えーっとグレアシールド景気版多い。グレアシールド、まあいいや。でちょっと前から試したかったのが長谷川でもちょっとやったんですけどね、筆で下塗りですよ。油絵のような下塗り、赤をシワの部分に、シワっていうかね、細吹きできればいいんだけども、これでいけるな。まあそこはかとなくモールドがあるんで、赤を入れてみると、これもで、この赤がどうなるか。まあ実験です、実験で。今ベースになるパーティー、ちょっとね、実験はもうちょっと茶色っぽい色なんで、マホガニーとあれです、艶消しフラットベース混ぜました。今回ベビーパウダーは使ってないです。なぜかというとシートに使わなかったからです。忘れてました。こんな色かな。こんな色になりました。カーキプラスマホガニ20%ぐらいかな。ちょっと赤が主張しすぎちゃったかな。いいです。いいです。で、例によってミドルストーンを混ぜます。ミドルストーンをちょっとだけ2割ぐらい。で、ハイライトにね、この明るくした色を塗るんですよ。カレー色。わかるかな。わかりません。話してみるとわかるな。ブラックですね。艶消し黒で自作黒を塗ります。これ周り飛んじゃうな。ちょっともうちょっと
もうちょっとマスキングしっかりしろよなんだよこの掃除感マスキング。これも普通に筆塗りでいいやんって感じもするんだけど、こんなリスクを冒してまで塗るようなものでもないような気もする。何めんどくせえことやってんだこのおっさんは。まあいいや、多分大丈夫じゃないかな。ちょっと厳しいか。ちょっとした隙間からふーって入ってっちゃうんで、なんとかマスキング無事に取れました。操縦桿が曲がるかなと思ったんですが、これグレーはね317に334を混ぜました。50% ぐらい、1対1かな、1対1で混ぜました。でもまあなかなかキャンバス地が布っぽいっていうかキャンバス地っぽい色になりました。言われてみないとわからない。言われてもわかんない。塗った本に分かればいいんですよ。これですね、こういう感じ。多分わかんない。微妙に影の部分に赤がうっすらと見えるんですよ。一応赤の3色忘れもないよな。またテープにくっついたままゴミ箱生きてねえよな。あとは文字っぽいものを入れたりスイッチを塗ったり、まあデカールが参考になると思うんで、なんかついてるジェクションシートのデカールはあったんですねマジか。一生懸命塗ってたじゃん。デカールの方がいいじゃん。でコックピットもデカールでいきます。ちょっとね切り抜きながらやります。水ちっちゃいからこれでいいか。水これからいくか。一挙には貼れないんでね、これ1枚ベタって貼れるわけがないんで、平面は立体に貼ることはできないんですよ。なので分けます。ちょっとねデカールこれのりの調子を見たいんで、文字はダメだったんで AMK の
着弾頭にも貼ってみますか。新着線硬化スプレーの頭にでも。一応水につけて今時間をちょっと測っています。勘ですけどね、まあ10秒ぐらい。多分もう上げた方がいい。今 AMK の左半分にセッターを上から塗ったけども影響ないですね。で今右側にセッターをベタっと乗せてちょっと時間を置いて、崩れないです。ちょっとね表面は荒れます、さすがに。綿棒でこれだけこすって崩れてこないんで、まあ大丈夫なデカールでしょう。ちょっとねでも今なんだろう、本ちゃんのデカールじゃないからかな。指で触った瞬間にボロボロってなったから一部。うわしまった。水につける時間を短くします。で多分これもうすぐ動かせると思う。あ、ほらほら、こっちはそういうことねえべな。どうしよう、使わないの。ちょっとこれをどっかにね試しに貼ってみます。何貼ろう。じゃあこの、クリップ、プラじゃないんであれなんですけど、まあ一緒でしょう。水はすぐに浸透してくる。水からすぐに上げました。上げましたと。大丈夫かな。それ大丈夫だろう。めっちゃ使いやすいデカールだ。よかった。全然問題ないです。水につけたらすぐ上げた方がいいデカールですね。すぐに動きます。めっちゃ使いやすいわ。多分これも大丈夫だと思います。今右上の方にソフターを、問題ないですね。非常に使いやすいデカール。で厚みもそんなにない、薄いです。かっこいい。結構ねいいデカールだと思います。これデカールのあれどっかに書いてあるのかな。ね、
じゃあそんな感じでデカール貼りの方をですね、ちまちまと今外したやつとりあえず貼らないとなくなってしまう。非常にね使いやすいデカールだと思います。今この右上2枚貼ったんですけれども、僕が使ってるのはクレオスか。ソフターとセッターちょっとセッター塗ってデカール貼ってで浮き気味なんで、セッターじゃないソフターをペッて乗せたらヒュッと周りが縮んでニスが馴染みました。ニスを切る必要ほぼいらないみたいな、この相性がいいと思います。この右上の部分ですね。これで今回いきます。塗らないです。真ん中のでっかいところはね HUD の下を塗ったんですけど、これで進めます。大きいのいきますか。大きいの分かりやすいところ、その下のここの2段目ですね。これ全部一発でいけると思うんで、デカールの印刷面切らないように気をつけないといけないんですよ。多分このままいけるな、スコンと。通常この間にセッター塗ってそれでもまだ剥がれないっていうデカールがほとんどなんだけど、結構これセッターだけでも馴染むかもしれない。違う、こうか。
見られちゃいましたか。そう、結局これ使います。ちょうどね隠れるんで、リアシートの方に写っています。これも12345枚に分けますね。で結構、一晩置いた状態、一晩というか一日置いた状態見てもらおうかな。一日置いた状態、こんな感じですね。ピントはこれであったか。結構かっこいいんじゃないでしょうかね。じゃあ今ここの部分、左側にちょっとスイッチがあるんで、そこがデコデコデコっとしてます。デカールはこいつ。これ筆は水で湿らせてあります。もう湿ってる程度、ティッシュで水気を取って、でないと水吸わないんで、この状態で、この状態ですね。今ちょっとモニター四方がこう浮いちゃってるような感じ、枠の内側でこれソフターを塗ってやって、でドライヤーをで今30センチぐらい離したところから当てました。でこれで柔らかくなってるはずなんで、綿棒を湿らせて、このティッシュで水気を少なくしてあります。大判のデカールではないんで、特に真ん中から外にっていう意識はあんまりしてないですね。